慶長5年が秋、天下の覇権を目前にした徳川家康は刺客の手にかかって落命。影武者世良田次郎三郎の長く苦しい戦いが始まった。徳川政権を築くために家康を演じ続ける次郎三郎に征夷大将軍の戦時が下され、政権の基礎は固まった。だが次郎三郎は後継者秀忠にその地位を譲ろうとせず、秀忠の不安と焦燥は日増しに募っている。あやつはどうしても後を譲らぬつもりだ。征夷大将軍はおろか、この徳川の家を継ぐことも。その恐れは多分に。関ヶ原の合戦からやがて5年、かつては200万石だった豊臣の家も今は65万石の一大名に転落している。もはやこの徳川に弓を引こうとする者あるまい。御意、あやつを撃て。どうしても後を譲らぬと申すなら、この手でもぎ取るほかはない。ではご病死ということに。手立てはあるか。ございます。聞こう。6日の年賀の宴の後、ご寝所のかの者をこれにて。ごめん。こんな細いもので。細いから良いのです。真の像を刺しても血が流れず跡も残りません。なるほど。だが寝所にはおかじや次女がいるぞ。次の間に2人の次女、廊下と天井に女忍びが2人ずつ、すべて片付けます。伏見城よりこの江戸城の方がやりやすいというわけだな。はい。手前の手の者がご寝所を隙間なく囲みますよ。冷たい。他を探せ。どこにもいない。かの者もお梶の方も6人の次女と共にかき消すことも。たった6人の女忍びに守られた2人が柳生の囲みを破ったのか。包囲の前に姿をやつして脱出したに相違ございません。探せ。草の根を開けても行方を突き止め、息の根を止め。探せ。息の根を。伏見にて待つ。家康。殿。本田正信殿と本田忠勝殿が即刻途上せよと。何。大殿の使いが参った由にございます。大殿の。大殿が何か書き置きを残されたとか。何をなされた。お命を狙われましたな。伏見にて待つというなら行こう。直ちに戦の支度をせい。殿、それはあまりにも。虎が野放しになったのだ。討ち取るほかはない。これをご覧あれ。家康と署名してある。それがどうした。ということはまだ家康として話し合おうということでござる。話し合う。この穴は小塚で差し止めたものということは、その小塚で命を奪うことも
できたはず。この勝負明らかに若殿の負けでござるな。それにしてもこの江戸城の主が一体どうやって人知れず脱出できたのか。おそらく小物か出入りの商人に紛れて城を出たのであろう。家康の殿ならとてもできそうにないことをあの男ならできる。話し合いをなされませ。それがしも正信殿と共にお供をつかまつる。関ヶ原の役後三木に加わった榊原康政、井伊直政の両所をすでになく、この秘密を知る者は手前とこの忠勝殿と宗則のみ。大殿に見込まれたあの男がやすやすと刺客の手にかかると思うてか。かなうせ者めや。親と子が殺し合っていては拉致が開くまい。わしは征夷大将軍をそなたに譲ろう。では徳川家の跡目も譲って隠居する。だが政権を全て渡すわけではないぞ。わしも大御所として駿府で政を見る。大御所陰性でござるか。そうだ。影武者がいつまでも世を操ろうというのか。不承知かな。言語道断。考えてもみられよ。そなたが将軍になったとて諸大名がおとなしく従うかな。家臣に殺された足利将軍の最後を見よ。下克上の乱世はまだまだ終わったわけではないぞ。お主らはどう思う。もし家康の殿ならばこの時期に秀忠殿に全てを委ねられるかな。そうは思えません。かたじけのうござる。何が。関ヶ原以来最も徳川家に尽くされた後進はそこもとでござる。やめてくれ。わしは命が惜しかっただけだ。よくぞ生きながらえてくだされた。これからもご分お祈り申す。かたじけない。だがそれも豊臣家が滅びるまで、それを冷静に測っているのが正信だ。承知なされませ。いずれは豊臣が滅び徳川の天下が定まるまでのことでございます。かの者はことさらそれを妨げようとするだろ世の流れは止められるものではございません。必ず大阪を攻める時が参りましょう。かの者に大阪を討たせるということか。う。若殿はその果実を手に入れられましょなるほど。そう考えれば大御所政治も悪くないかもしれんな。う。若殿が二代将軍になられることが大事。分かった。かの者の気持ちの変わらぬうちに早急に手続きを進めよ。慶長10年4月16日、秀忠は京都二条城において征夷大将軍の宣旨を受けた。ただし通常将軍職に付属して与えられる源氏の長者の名称、すなわち武家の棟梁としての象徴的地位は以前のまま家康に残されたのである。数日後、次郎三郎の家康は京都東山の高台寺に豊臣秀吉の正室だった北の政所を密かに訪ねていた。いかがでござろう。大阪の秀頼殿が伏見城に滞在している秀忠を訪ねて祝いの言葉を述べられるようお取り計らいいただけませぬか。伏見には国中の大名方がお祝いのためにお集まりとのこと。その中で秀頼殿に祝っていただけば秀忠も新将軍としての画量を見せねばならぬ。少なくとも10年いや
20年は豊臣家は安泰となりましょ家康殿がそれを。う。お約束いたす。豊臣家65万石には指一本触れさせません。豊臣家が一大名として徳川幕府に仕えるならということでございますね。九州の恩子として立てるところは立てるゆえ立場を明らかにしたいのです。おっしゃることはよくわかります。それで戦の恐れが遠のくことも。北の政所様から秀頼殿と淀殿を説得していただけませぬか。承知できませぬ。いかに北の政所様のお言葉でも、家康殿の征夷大将軍就任の時、秀頼はまだ11歳でした。武家の棟梁となるには若すぎる。それゆえ家康殿を将軍職につけておいたのです。のう春長。はい。あの時そなたは将軍職は世襲ではないと言いましたね。仰せの通りでございます。それをなぜ秀忠殿に譲られた。徳川家が代々武家の棟梁を続けていくということか。そのようなこと、断じて許せることではございません。許すも許さぬも朝廷の戦時が下ってしまったのですよ。次の将軍にはこの秀頼がなるよう求めねばなりませぬ。秀忠殿の就任祝いなどに出向けば、秀頼が徳川家に心中の礼を取ったことになります。亡き太閤殿下に対して申し訳が立ちませぬ。お言葉なれと。秀忠殿は10万の兵を率いて上洛しておられます。その上祝賀のため伏見城に参集した諸大名の兵も数万。それがどうした。万一その矛先がこの大阪に向けられれば。奥下か勝本殿、この大阪にも直ちに馳せ参じる兵は10万を下り申さぬ。その通りじゃ。徳川があくまで秀頼の祝賀を求めるならば、兵を集めて答えようぞ。太閤の側室だった淀殿は正室だった北の政所に説いてもらうのが一番と思うたのだが、我が子大事のあまりとはいえ秀頼様がおかわいそう。北の政所からの手紙にも不憫な子ゆえ穏便な計らいようとある。しかしこのことは大阪城内にも知れ渡り、諏訪合戦の動きもあるようで。大阪の市中にも荷物をまとめて逃げ出す人が出ています。新将軍の秀忠様は最初のお仕事に大阪攻めをお選びになるのでは。そうなったら大変だ。戦は大阪にとどまらず国中が戦乱で苦しむことになる。秀忠様には大御所の際が効くでしょう。難しいのは淀君をはじめ大阪の騒ぎを鎮めることですね。こちらから秀忠の就任挨拶に出向き、淀殿の気持ちを鎮めるほかあるまい。ですがどなたが、まさか大御所様や秀忠様ご自身が行かれるわけには。ご名代をお立てになるとしたら、新将軍のご兄弟越前の結城秀康様か、尾張の松平忠義様。もう一人信州川中島の松平忠輝がいる。家康の殿の最後のお子様ですね。なかなか変わった若者になっているそうだな。はい、それはもう恐ろしく型破りなお殿様で。どちらへ。言えば止めるだろお供いたします。う。ついてこれるかな。追うな、日暮れには戻る。
なんだ、知っていたのか。ご身分が知れぬうちにどうぞお戻りを。そのご身分というのが嫌いなんだ。息が詰まる。人には生まれながらの定めがあります。生まれながらというなら、わしの母は諸国をさすらっていたみちみちの者の娘だ。あのクグスたちのようにな。そのせいか、わしはここに来るとふるさとに帰ったような気がする。この活気が面白くてたまらん。もっと食えよ。いただきます。うまそうだな。わしにも一杯くれんか。よそ者には食わせねえ。よそ者？そうだ、この格好が気に入らんか。殿、何をなされます。殿、なんということ。いい体してるね。食ってもいいかな。まだだ。俺の剣を交わしてからだ。殿、見事じゃ。わしらの飯はうまいぞ。お前さんも食うかね。いや結構。忠輝が生まれた時のことはわしもよう覚えている。色極めて黒く、まなじりが裂けたように長く、見るからに恐ろしげだったゆえ、家康の殿は捨てよと仰せられた。幼子は鬼怒川源流の新山幽谷で鳥や獣を友として育ち、鬼っ子と呼ばれるほどの技を身につけられたとか。忠輝とは関ヶ原以後一度も会っていないが、どんな風貌だ。家康の殿を恐れさせた切れ上がった大きなあのお目も、今は気高さの印のように見え、まことに凛々しい若武者にお会いします。徳川家の名代として大阪城に赴いても見劣りはしないな。伊勢堂々と乗り込まれましょう。よし、これで決まった。でもあまりにも若すぎるのでは。それが良いのだ。迎える豊臣家の当主秀頼殿と年が近い。まことに妙案。忠輝様のお人柄には秀頼様はたちまち打ち解けられましょう。秀頼様の奥方千姫様は忠輝様を兄上のように慕っていらっしゃいます。問題は淀君様です。秀頼様が忠輝様と親しくなられるのを喜ばれるはずはありません。そこで忠輝の器量が図られる。家康の殿さえ恐れられた天性の資質がな。山の井。はい。そなたこのご使者について存じよりのことがあると申したな。披露してみよ。松平上総介忠輝様はお二号の養子にございます。お生まれの節、あまりに恐ろしげなご様子に家康様が捨てよとお命じになったとか。まあ、それはまことか。その通りです。おかげでわしは天地自然の中でのびのびと成人できた。母御勢は所を定めぬさすらい者の出とか。それもわしの誇りだ。父上の数ある子の中にこれほどの変わり種はいない。家康様のお手がついたのはお湯殿で。無礼者！ご司祭の雑言はわしを恥ずかしめるものだ。許さん。天地に出す。秀頼なりませぬ。女を切ってもしょうがないでしょう。すまぬ。もういい。
それより相撲を取ろう。よし、よいしょ。お主と戦うのは嫌だな。勝てるわけがない。戦わなければいい。お主の父上と兄上はいずれこの大阪城を攻めてくる。わしはごめんだ。お主と戦いたくない。戦わぬと誓うか。ああ、いいとも。よし。おお、千殿。お会いしたかった。大きくなったな。わしと江戸城の大屋根に登った頃とは別人のようだ。江戸城の大屋根に？はい、おじさまは天狗様のように私を背負って。千殿がせがむからだ。江戸の町が絵のように美しかった。わしも千を背負ってこの城の大屋根に登りたい。秀頼殿が千姫を背負って大阪城の屋根に？本当に登りたそうでした。だが登れまい。私が二人を背負ってやればよかった。そんなことができるのはお前だけだ。秀頼殿にはできまい。おふくろ様の目が光っているからな。私は秀頼殿と不戦の誓いをしました。不戦の誓い？そんな約束が守れると思っているのか？守ります。そうか、守るか。私は間違っていますか？いや、よくやった。それもお前でなければできぬことだ。わしを恨んでいるか？どうしてですか？捨てよと命じたことだ。捨てられてよかったと思っています。おかげで一人で生きる術を身につけました。よくそこまで成人してくれたな。何を見ている？父上はお変わりになりましたね。変わった？わしがお前に会ったのは関ヶ原の戦の前。お前が9歳の頃だぞ。でもよく覚えています。どう変わった？あの時は何か珍しいものを見るような目でご覧になりました。今は？父上の目です。忠輝。はい。秀頼殿との不戦の誓い、誰にも言うな。はい。特に秀忠には決して悟られてはならん。兄上に？なぜですか？六郎。秀忠様は忠輝様と秀頼様が親しくなられたことをお怒りでございます。兄上は秀頼殿の妻千姫の父上なのに。そこが秀忠とお前の違うところだ。おそらくこのまま手をこまねいてはいないだろう。世は大阪との戦を望んでいるのだ。忠輝がそれを遠ざけてしもうた。忠輝様は今大御所様のお気に入りにございます。大御所は世を拝して忠輝を将軍にするつもりかもしれぬ。火は小さいうちに消しておけ。はっ。また来ておるな。ああ、侍だよ、あいつら。いつもと気配が違うな。殺気がある。ここはわしらが行け。なぜ逃げる？何も悪いことはしていない。何もなくても殺す。それが侍だろ。だったら離れろ。
お前を巻き込みたくない。嫌だ、離れるもんか。いいか、わしはしであいつらを引きつける。お前はここにいろ。我ら一族、いついかなる時でもあなた様をお守りいたします。どうした？何かあったのか？江戸からお茶の方様が参られました。忠輝の母が許しもなく。お茶の方様は波の側室ではありません。したたかで賢くて。分かっているよ。だからずっと江戸に置いて寝所に呼んだこともない。家康様の側室は私を含め全て武家の生まれでした。でもあの方だけはあなた様と同じみちみちのもの。全国を旅して歩く野梶の娘だそうだな。その一族の女には代々伝えられている防虫術があるとか。防虫術？なんだ、お梶はそんなことを心配しているのか。惑わされぬとお誓いになれまして。その必要もなかろう。わしをいくつだと思っている。久しぶりだな。いかがこれをお忘れ遊ばしたのですか？これ天を住まいぞ。話してくれ。やはり家康の殿はお亡くなりになりましたのね。家康の殿ならば私をご寝所に召されぬはずはありませぬ。関ヶ原の戦の後、何度も江戸においでになりながら5年もの間、なぜ言わなかった？取っておきましたの。
一生一度のお願い事のために。今その時が来たというのか。はい。聞こう。言うてみよう。江戸で我が子忠輝殿が襲われました。そうか、やはり。忠輝殿は私の命でございます。この身に変えても守ります。あなた様にとっても実のお子様でございましょう。お茶様とお出かけに、そんな願いをお聞き入れになったのですか？お茶は必死だ。心に何か固く秘めている。私から殿様を奪うつもりです。わしを偽物と知って取引を持ちかけているのだ。忠輝を守る決め手とは何か。風魔はお茶をどう見ている？野梶一族とのつながりは今も強うございます。野梶は金銀鉄などの鉱脈を探して歩く野氏と深い関わりが。金銀鉄か。面白い。面白いどころではありません。私はお茶様がこの世で一番恐ろしゅうございます。恐ろしい？ご存じないのですか？あのお方は元は野梶の女房で、所の代官に下葬されて亭主を殺され、家康の殿に直訴されたのですよ。知ってるよ。直訴は重罪だ。だが家康の殿は代官を死罪にし、お茶を湯殿のお行水役に用いられた。そこでお手がつき、忠輝様がお生まれになりました。その後もお茶の働きは凄まじかった。捨てよと言われた忠輝を鬼怒川の山奥から連れ戻し、川中島14万石の領主にまで仕立て上げたのだからな。それほどまでの執念がこの後は何に向けられるのか。わしも知りたい。だから誘いに応じたのだ。枕の夢の寒ると思えば泉はそのまま尽きせぬよどこそめんでとけれ。私の娘婿で川中島藩家老の花井三九郎でございます。そなたの娘とは？大御所様にお仕えする前、野梶の亭主との間に。すると川中島藩の家老は忠輝の義理の兄ということになるな。はい。身内でなければ信用できませんから。引き合わせるためにわしを招いたのか？お引き合わせしたいのは、今能を舞った人、この領の主でございます。長安、大久保長安ではないか。長安なら改めて引き合わせるまでもない。石見の銀山奉行に取り立てた折にも合っている。お取り立ていただいたのは関ヶ原の戦の直後のことでございました。それから5年の間に長安殿がどれほどの働きをなされたかご存知でいらっしゃいますか？銀の採掘量が増えたとは聞いている。ただの増え方ではございません。それまで年に300貫だったものを3600貫に。12倍に？どうしてそんなことができる？銀の吹き分けに水銀流しの方を用います。水銀流し？イスパニア人のバテレンから学んだ術にございます。長安殿のほかにその方法を知る人はございません。いかがでございましょう。長安殿を石見銀山だけでなく佐渡の金山、田島の銀山など
日本中のすべての金銀山の総奉行になされては。わしをここに招いた目的はそれだったのだな。もう一つ、その上でこのお方を忠輝殿の付け家老にくださいませ。川谷、身内でなければ信用できぬと言ったな。はい。大久保長安とはそういう仲か。男と女ということだな。はい。わしが本物の家康の殿ならば重ねて4つにするところだ。あなた様はなさいません。どうしてそう思う？長安殿の値打ちをお分かりのはずです。わしが偽物だと長安には話したか？いいえ、人はそこまで信用できません。忠輝には？話しません。隠し事のできないお方ですから。話せばどういうことになるか分かっているのだな。忠輝殿の生き残る道はどこにもなくなります。その通りだ。わしが生きている限り忠輝は死なせぬ。大御所様にお長図を。かしこまりました。そなたの願いは分かった。大久保長安を金銀山の総奉行にしよう。ありがとうございます。もう一つ、忠輝殿の付け家老にいただく件は？それはしばらく待て。しばらくとは？その願いを叶える前にわしのために一働き。誰だ？お長図をお持ちいたしました。名は？東雲之助と申します。美しい女か？いいえ。男か？ご面を。長安の好みか？底の知れないお人です。そこを見込んだというわけだな。はい。大御所様のために人働きとは？それはな、石見の銀を全てですか？そうだ。それを直ちに堺に運んで金塊に返させる。目立ちます。密かにできることではありません。それでよいのだ。全て正規の手続きを踏んで江戸に送れと命じてある。江戸へ？大御所様のもとにではなく？そうだ。ただし中山道ではなく箱根を通らせる。わかりました。では早速箱根に知らせを。お風も連れて行け。いや、あれはお梶様の御用が。お梶も承知だ。嫌なら無理にとは言うとりゃせんぞ。よせ、離れろ。だってせっかく大御所様とお梶様のお計らいで。誰が見てるかわからないじゃないか。その金塊をわしらに盗めと言われんのか？盗みではありません。大御所様からの贈り物です。1年分の軍資金とおっしゃいました。大御所様はわしら風魔一族との関わりをあくまで秘めておくおつもりなのだな。やがて駿府城に本拠をお移しになれば箱根は江戸への備えになります。わしら箱根の隅々一木一草に至るまで知り尽くしている。数万の軍勢よりもお役に立とうぞ。それも正面からの戦ではない。攻めてくる者は相手が誰かも分からぬうちに消えていくのだ。大量の金塊もかき消すように消えていくのですね。
大御所様が大久保長安に会われたと。お茶の方様の引き合わせで話の中身は？お頭を金銀山の総奉行にすると。大御所様は承知されたか？はい。ただしその前に一働きせよと。人働き？それが何かは聞き取れませんでした。しかしお頭は石見のすべての銀をこの堺で金塊に変えておられます。それは正式な手続きがなされている。だが大御所が糸を引いているとなると。宗則よりの知らせどう思う？堺の金塊はおそらく江戸には着きますまい。途中で消えるということか？伏見か駿府か。いや、それではあまりに見えすいている。大御所の体裁を作ろう費用は十分に与えている。それ以上に一体何を？軍資金。戦の用意か？子供もでき本気で己の身を守る決心をしたのでしょう。恐れていた通りだ。このままではあの化け物ますます手がつけられなくなるぞ。このままで良いとは思いません。まず当面は堺の金塊がどこへ消えたかを確かめること。それによってかの者が何を考えているかが分かりましょう。分かった。今堺にいる宗則に厳しく監視するよう申し付ける。影武者世良田次郎三郎の命を受け長安の調達した幕府御用金の金塊輸送の一行が江戸を目指して東海道を進んでいく。一方宗則の指令のもと裏柳生たちの厳しい監視の目が光っていた。